こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はもっと詳しくということで、採用した従業員に問題があった場合、どのように対処していいかということを解説をしていきたいと思います。放置をするのは厳禁です。問題社員への対応7つの方法と予防法について見ていきたいと思います。問題社員への対応ですね、放置をしておくとそのツケが大きく戻ってくるという形になりますのでご注意ください。今回の概要ですけれど、人手不足と問題社員の関係について少し見ていった上で、問題社員へ対応するときの7つのポイントについて見ていきたいと思います。そして場合によっては解雇というケースも出てくるかもしれませんが、解雇の原則について見ていった上で、できれば採用して後に問題社員が発生をするのを防いでいくということで、問題社員発生の予防方法について見ていって、最後に注意点とまとめという形になります。まずは人手不足と問題社員の関係ですけれど、昨今ですね、新型コロナウイルス感染症が収束してですね、正社員が足りない、非正社員が足りないという形で、正社員に関しては2024年1月の段階で 52.6% の会社が正社員が足りないと回答をしている。また、非正社員に関しましても 29.9%、3割の会社が足りないという状況になっている。そんな中でですね、非正社員では採用できないので正規雇用でなんとか従業員を確保していくという会社も多いのではないでしょうか。ただですね、こういった人手不足の状況で従業員有利な環境になってきますので、採用した従業員ですが、やる気がないですとか、協調性がない、パフォーマンスが低い、ハラスメント傾向がある、雇ったはいいものの遅刻が多いというケースも最近はよく聞くようになってきました。こういった従業員への対応ですけれど、多くの会社が退職勧奨ですとか解雇をしたいというような相談を、言ってきます。ただですね、この対応を間違ってしまうと残業代の請求ですとか不当解雇、そういった訴訟の可能性もあるので注意が必要です。では、こういった問題社員に対してどのような対応を取っていったらいいのかということで、主に7つの対応のポイントを挙げてみました。まずはですね、注意指導というのが大原則になるかと思います。まずは口頭もしくはメール等でですね、証拠を残すような形にしていくというところ。そして続いて日報の管理という方法もあります。業務指示として日報を提出を義務付けさせて、日々の業務の状況を把握をしていくこと。そして3つ目として、そういった問題社員に対しての問題に応じた評価ですね、賞与だとか定期昇給に関して評価を反映させるという形になります。そしてですね、場合によっては配置転換、中小企業ではなかなか難しいかもしれませんけれど、配置転換という形ですね。特にハラスメントの傾向がある従業員に関しましては、ハラスメント等の原因の排除が必要になってきますので、配置転換ですね。そして場合によっては降格という形になってきます。そしてですね、あまりそういった形で効果が得られないといった場合は、4番目の懲戒処分という形で、制裁罰を課していくという形になってきますが、ここはですね、制裁罰を課しているかどうかといったところが、解雇の紛争時に重要となってきますので、解雇退職勧奨をする前に、まずはこの懲戒処分をするというところの取り組みをしてほしいと思います。それでもですね、なおかつ問題社員の改善傾向が見られないという場合はですね、退職勧奨という形になりますが、やはり雇用契約の合意解消の打診になりますので、決して圧力をかけないようにしてほしいということ。そして、問題は社員の方にあるのかもしれませんけれど、退職の条件ですね、出し惜しみをしないことというのがですね、退職勧奨成功のポイントだと思っております。
そしてどうしてもそれでもですね、対応しきれないといった場合は最終手段の解雇という形になります。この解雇につきましては、普通解雇と懲戒解雇というのがありますので、そういった形でどのような解雇にするのかという形ですね。そして退職勧奨の少し話をしましたけれど、退職勧奨における退職条件ですけれど、一般的に言われるのは退職金の上乗せですとか、在職中の未消化の年次有給休暇の買い取り、そういったところでなんとかですね、退職の合意をこぎつけるというところが多いかと思います。そして最終手段の解雇ではありますけれど、この解雇の原則について見ていきたいと思います。この解雇というのは、会社の一方的な意思で従業員との労働契約を終了する行為という形になります。そしてこの解雇につきましては大きく3つに分かれております。普通解雇、整理解雇、懲戒解雇ではあります。このいくつか種類のある解雇ですけれど、いずれも実行する場合には満たすべき要件というのがあります。新型コロナウイルス感染症が流行したときにはですね、整理解雇というのが非常に横行したという形でありますけれど、今回は問題社員の対応の場合は、普通解雇もしくは懲戒解雇という形になるかと思います。そして解雇の原則ですね、大原則としては、少なくとも30日以上前に解雇の予告が必要という形になっています。そして解雇予告をしない場合は、解雇予告手当の支払いが必要という形で、30日以上の平均賃金を支払う義務があるというのが、法律上明記されているといった状況になっております。ではどういう状況になってもですね、介護予告をしなければいけないのかというと、そうではなくて例外が設けられております。労働者の責めに帰すべき自由がある場合ということで、あらかじめ労働基準監督署の解雇予告除外認定を得ることによって解雇予告をしなくても済むという形になっておりますが、この解雇予告除外認定、なかなか取得するまではハードルが高いという状況で、ほぼこれを申請する会社さんはないのかなというふうに思います。そしてですね、こういった形でどうしても解雇せざるを得ない場合は、この解雇の原則といったところを守っていただいて解雇をするという形になります。ではですね、こういった状況までいかないようにするために、問題社員の発生を予防するということについて少し見ていきたいと思います。まずはですね、雇い入れ時ではありますけれど、やはり人手不足で会社の方が弱い立場というのはありますけれど、採用時の面接というのをしっかりしてほしいと思います。その際にですね、前職退職の経緯ですとか、担当業務内容の合意と望むスキルというのを明確化をして、そこのすり合わせをしてほしいと思います。また、労働条件通知書をですね、法律上決められておりますので、必ず交付をしてください。そしてですね、こちらにつきましては、2024年の4月に法改正がされておりますので、注意が必要。そして、労働条件通知書ですね、最低限書かなければいけないことは書いていただくんですけれど、その他にですね、書いてほしい内容は、欠勤時の賃金の取り扱いですとか、所定外だとか、休日労働についてできる限り詳しく書いてほしいと思います。またその他に就業期間中の話ですけれど、やはりですね、就労にあたっては就業規則の準備というのは不可欠になってくる。特にですね、欠勤、休職、懲戒の部分に関しては就業規則の中にしっかりと盛り込むというところが必要。そしてその後ですね、定期的な面談というのを実施をしていただいて、心境の変化ですとか、その望むスキルと現状のスキルのギャップ、スキルチェックなどもしていただくというのが非常に重要。こういったところで雇い入れ時のルール、そして就業中ですね、定期的な面談等をすることによって問題社員発生の予防に役立つというふうに考えられています。そして最後に注意点とまとめではあります。もう今この時代はですね、退職したらもう終わりという時代ではない。退職してもですね、その方が顧客となる可能性もあります。
そして別の動画ではご紹介をしておりますけれど、退職しても再雇用の可能性というのがあります。いわゆるアルムナイ採用などもありますので、やはり退職にあたってはトラブルなくスムーズで気持ちよい退職ができるように配慮してほしいと思います。そしてですね、問題社員の早期対応というのはですね、周りに影響を与えないといったところで非常に重要になりますので、やはりここはですね、早期に対応してほしいと思います。特にですね、放置をしておくと SNL などによる風評の被害ですとか裁判を起こされてしまうというケースがあります。こういった問題社員への対応に関しましては、まずは証拠の書類の収集、そして記録の作成、保管というのが非常に重要になってきます。こういったところをですね、しっかりと抑えて、問題社員以外の周りへの被害拡大を防いでいってほしいと思います。そして解雇はですね、最終手段というふうに考えておいてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。